所取りの争いが半端なかった。戦。正直ね、どっちが正解かわからなかった。それがもう、大当たり。で、この距離、はい、神関。近すぎるって。もうすぐそこにおった。ちょっと待ってと。これ目線くれてるよね。特大ファンさんもらえてるから。って。ほんまに運命やと思う。期待しといてください。TWICE ちゃん、韓国公演アフターレポーどうも、カズマです。今回は、TWICE ちゃんのついに始まったワールドツアー This is 4のインチョン公演にね、今回2日間行ってきたんだけども、前回は1日目のレポをやりました。で、今日は念願の2日目のレポをやっていきたいと思います。で、1日目もね、めちゃくちゃ良かったのよ。めちゃくちゃ近かったのよ。神席だったの。でもね、今日レポする2日目、こっちがもっとやばかった。なのでもう期待しといてください。前回、4月かな韓国に、TWICEさん見るためにコールドプレイのライブ行ったんだけど、その時にやらかしてましたよね。ミータンとサータンからファンさんもらえてるんだけど、まさかのね、カメラを回せてなかったっていうとんでもないエピソードがあったじゃないですか。今回、リベンジしました。で、前回は台本にもファンさんもらえた俺の推し台本。台本な今回ももらえてます。マジでやばい。そんだけ席もやばかったし、ファンさんもやばかったです。もうライブ自体2日間超楽しかったんで、そのレポをお届けしたいと思います。で、2日目なんだけど、ちょっとこのエリアマップを見てほしいんだけどね。1日目は S1 エリアやったよね。で、2日目 S5 取ったんよ。今回360度ステージだから、一応正面っていう概念はないんだけど、ただそれでもやっぱりセンターっていうのはどうしてもいるわけなんよ。写真撮影するときとか。で、そのセンターに当たるのはこの S5 だったんよ。俺が今回参加したのはこの S5 エリア。まあ、そりゃもちろん人気よね、このエリア。俺と同じような考えで、みんなここの席に行きたい、ここの近くで見たい。そう思ってるワンスがいっぱいいました。その結果、とんでもなかった。みんなこう肘は入れるわ、カバンでこう余分にスペースを取るわ。で、前に押そうとする。マジで、戦、オタクって怖いなって思うぐらいみんなもうフィジカル男の子も女の子もやばくて、あーみたいな。ただ、俺も今回わざわざ韓国まで行ってたから負けたくなかったよね。その争いに。で、頑張った結果、前から2列目3列目あたり、ポジションを取ることができたよ。めっちゃ近い近すぎるって。TWICE さんたちまだ出てきてないのに、もうその時点で、あ、今日やばいかも。ほんまに心臓バックバック。一発目やっぱ4。誰もが予想できたイントロから始まってこう、モニターがね、360度のモニターが上から降りてくる。で、そのモニターが開くと、TWICE さんたち、そこに立ってるよ。で、この距離、もうすぐそこにおった。やべえみたいな。あ、もうやばいかも。そしてオチェンの煽りから始まって、This is 4を披露していくんだけど、もういきなり正面よね。センターステージの正面。俺たちの方を見て、メンバーを踊っていく。はい、神席。もうやばい。ほんまに鼻血出そうやったけど、めっちゃ我慢してる。めちゃくちゃこらえた。で、その後もストラテジーをやるんだけど、ストラテジーも、こっち見てやってくる。だからやっぱ俺らのエリアが正面だったんで。だからこれほんまにチケッティングの時に、わからんなりにも予想した俺を褒めたい。マジで褒めたい。1日目と2日目、相手違うとこ取って、正直ね、どっちが正解かわからんかった。それがもう、大当たりだった。マジで褒めたいわ。今回、生バンドなんよね。生バンドやばいし、TWICEさんたちの生ボーカルも。いや、ほんまにすごいなと。美女も良くって、ダンスもできて、ボーカルもうまい。マジで完璧なんだなって。で、その後何曲かやって、I Can't Stop Me やるんだけど、I Can't Stop Me の時はね、またステージこう広く使っていくから、ちょっと反対側行っちゃったよ。ただやっぱこう、最後にはこっちに戻ってきてくれて、また俺らの方見てパフォーマンスを。いやもう供給硬すぎこの時点ではまだファンさんもらえてないよね。TWICEさんたちはまだエンジンかかり始めたばっかだし、あんまりね、ファンの方を見たりすることもないんだけど、ただもうやっぱ、この近い距離でこの美獣を見れるのって、別にファンさんもらわなくてもいいです。この美しい顔を見れるだけで十分満足です。チケット代もペイできました。幸せだなって。ただね、やっぱり、TWICEさんといえば、神ファンさん。ライブ行った人にしか味わえない幸せってあるじゃん。それを今からシェアハッピーしていきます。I Can't Stop Me が終わって、やっと休憩が始まるよ。まず見てほしいのが、ミータンの給水シーン。なんか字面がやばいね。ミータンの給水シーン。これだけでご飯3杯ぐらいいけそうなんだけど。水飲んでるだけなのに妖艶すぎ、美しすぎ。で、心なしか、今回、ミータンが
こっち側に来ること多かった気がするよ。そしてそれだけじゃなく、周りにみなペンがね、コロナしか多かった気がする。海外勢が多かったね。日本人はあんまりおらんくて、ミータンの人気すげえって。まあ、そりゃこの美女だもんね。いや、惚れるよ。まあ、ミータンずっとこっちおったから、俺も、とりあえずミータンを撮ってたんよ。そしたらね、目線くれてるこっちみたいな。 너무 뜨거워요. 이게 원스의 에너지가 진짜 뭐 원스의 에너지가 원스의 에너지. これ目線くれてるよね。さっきみたいに2列目3列目なんやけど、前の人がカメラ上げてない時は、頭と頭の隙間から俺顔こう出せるんよ。そしたらもうすぐそこにミータンおるんよ。で、俺こうやって撮ってたら、ミータンこっち見てくれてるみたいな。いや、ありがとうございます。惚れてまうとこやった。で、その後にまたコンサート再開していくわけなんだけど、オプションの時の3ミックスがやばい。ナヨンさん、ジョンヨン、ジヒョ、やばい3人。こっち側に座ってたよ。ナヨンさんとジヒョの生ボーカルがもうやばすぎて、ずーっと鳥肌だった。そして見てこのジョンヨンの顔。美女良すぎん。顔良すぎん。顔強すぎん。いや俺、ジョンヨンね、好きなんよ。顔良くない？とりあえず発行しないけど、ジョンヨン好き。で、その後に、俺の聴きたかった曲、マーズを披露してくれるんだけど、まあ、この時の衣装もめちゃくちゃやばいんだけど、ついの美女が暴走してた。いや、何この佇まい。美しすぎん。生で見たらもっと美しかった。天使が舞い降りたなと。ほんまに、やばかった。どんどん語彙力なくなっていくねん。俺の語彙力はインチョンに置いてきたから。美女暴走し続けてたよね、ついちゃん。好き。で、その後もアイガッチュと続くんだけど、この時もね、ミータンが近くに来てくれたよ。超至近距離のミータン。でしょ。こんな近くでこんなことされたら惚れてまうよね。いや、俺はセーフやったよ。俺ギリギリ惚れてないけど。危なかった。そして、ザ・フィールスもやるんだけど、ついに来ました。俺の推し、キム・ダヒョンがこっちに再接近したんよ。この日初めて。よしと。久しぶりダヒョンと。前回コールドプレイの時のファンサもらったけど、もうあれから3、4ヶ月経ってるから、俺もさすがにもう会いたくて震えてたんよ。そしたら、来てくれましたと。ありがとうございます。しかもね、まさかのサビのタイミングで目の前に来てくれた。これカメラ目線もらえてない？確定じゃないけど、これワンチャンカメラ目線もらえてるよね。で、今回俺、うちわとかさ、ボードとかやっぱこう、かさばるものを持ってきたくなかったよね。ただでさえ狭いのに、周りの人に迷惑かけてくないから、あえてもう身軽に行ってたんよ。唯一持って行ってたのが、この子。ラブリー。どうやったら台本にアピールできるかなって思った時に、あ、この子をこう常に見せておこうと思って、動画撮りながらこんなんしてたんよ、今回。やっぱダブリーをね、目印にこっち視線くれたりするかな思ってたから、そしたらこれ、目線くれてるよね。どう思う？まだ確証が持てへん。なんでまあここはちょっとグレーだなと。確定ファンサとは言わんけど、後でね、もっとやばいのがあるから。で、2番のサビでもね、近くで踊ってくれるんだけど、みたいな。推しが突然消えるんよ。これさ、目線もらえてそうじゃないと。ただ、肝心なとこで推しが消えるんよ。みたいな。タイミング良すぎんと。いや、悪すぎんか。いいとこでこう、煙が上がって、煙に巻かれて消えちゃううちの推し。可愛くないシュールやったね、終始。ちょっと今じゃないでしょ、いや。今撮ってるのに、今目線くれてそうやったのに仕方ないんだけど、見え隠れする。ワニワニパニックしてるみたいなキムダイモンを見れて、幸せな気分になったな。で、その後は、ついの美しいダンスを見つつ、サータンも来てくれて。しかもね、サータン、目線くれてるんよ。ねえ、やっぱできますね、港崎さん。いつもありがとうございます。さすがだよ。まあこんな感じで結構序盤なんだけど、目線はもらえてると。で、ここでまた、ツアイさんたちも中継入るんだけど、平の給水シーンを撮
撮ることができたので、それを見てください。 화장실은 안 되거든요. 그치, 아무래도 그렇죠? 지금 이 絵力が強すぎる。画面割れてない？大丈夫？サイだって尊いよね。こんな目の前でこう吸水されたらもう萌え萌えしちゃう。で、今回さ、会場内がめちゃくちゃ蒸し暑かったやん。やっぱどうしても脱ぎたくなるよね。そしたら、サータンが脱いだんよ。 안 그래도 작은데 언니들이 자꾸 올라가는 거. 하늘이 작은데 언니들이 자꾸 올라가는 거. 아, ちょっと待って。刺激強すぎません？危ないね。危ないってもうアウトだよね、なんか。そんな脱ぎ方ある？危なかった。サマペンやったら、終わってたと思うけど。ギリギリ耐えました。ダイヒョンもそこおったし。ダイヒョンの前で倒れることできんから、ギリギリ耐えたけど、危なかった。で、その後もしばらく、サータンは目の前耐え出してたよね。で、他のメンバーがこう MC してる間に、サータンが突然、ヤンモリ取ったんよ。 안 할 수도 있지. 뭐가 또 좋았어요, 여러분들? 아이가츄! 아이가츄! おっと、これはじゃあもう声届くなと。今日一番のチャンス来たってことで、叫びました。サラちゃーんって。そしたら、港崎さんから特大ファンサーもらいました。見てください。 사라짱! 아닌가 보다. 사라짱! 아닌가 본데? やばくない？サラちゃーんって叫んだら。私みたいな。いや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 、あなたしかいないでしょと。あざとすぎん。好き。いや、ほんまに、こんな至近距離でファンサもらったら終わるよね。でもさ、やっぱ、俺って大本編じゃん。どうせなら最後しからもファンサ欲しいじゃん。で、サータンからこんな特大ファンサもらえてたら、じゃあもうこの波に乗るしかないなと。で、まだ大本がね、そこに近くにおったから、とりあえず大本からもファンサもらえるように頑張ろう思ったんだけど、彼女は彼女なりに通常営業しました。いつも通りのバリバリのファンサ中で、全くこっちには目もくれなかったんだけど、まあでも安心したね。あ、今日も通常運転だなと。この時は残念ながら最後しからファンサもらえなかったんだけど、違うファンにもね、こう丁寧にファンサしてるキム・ダヒョンという天使、ファンサの神を見てて、もうそれだけでもハッピーやったね。ただ俺は諦めないよ。この後も頑張り続けるよ。今回のツアーね、ソロステージがもう全員が全員やばいね。マジでやばい。過去最高レベルをね、叩き出してるんで。チェヨンやばすぎ。ナヨンさんもめちゃくちゃいいし、ナヨンさんの掛け声めちゃくちゃ楽しいよ。だからこれから名古屋公演、福岡公演、あと東京も行く人おると思うけど、しっかり掛け声練習してた方がいいよ。めちゃくちゃ楽しいから。9人分覚えるの大変だと思うけど、全員覚えてた方がいい。覚えてたらめちゃくちゃ楽しいし、メンバーも喜んでくれるから、しっかり覚えといてほしいんだけど。ライオンは今回もピアノ弾いてるんだけど、1日目がめちゃくちゃ近かったんよ。これちょっと1日目の動画になるんだけど、ピアノの上に登った瞬間ほんまにやばかった。ただでさえ近くでこう見てて見とれてたんだけど、ピアノの上をこう螺旋状に登っていってこう上で踊るっていうのがもうほんまにどうやったらこんな表現ができるんだよ。ちゃんも最高でした。で、次はジョンヨン。で、ジョンヨンは1日目も2日目もステージは遠かったんだけど、俺今回のコンセプトで一番好きなのジョンヨンなの。曲もカントリー調で好き。で、カウボーイハットのビジョンもやばいと。笑顔もすごい良かったから、めちゃくちゃ嬉しかった。で、最後はこうセンターステージの方まで来てパフォーマンスしてくれたから、近くでは見れたんだけど、今回のソロの MVP はジョンヨンかチェヨンやなと思う。まあ、でもジョンヨンもマジで最高だった。で、チェヨンだよね。マジで MVP 候補、今回のソロ。あんな小さい体でここまで表現力豊かに踊れるんか。世界観もすごいし、振り付けも可愛いしさ、TT みたいな感じでね。で、掛け声もいいし、メロディーもいいし、カリスマ性溢れてたよね。サンチェヤン。ね、ギターも良かったけど、俺今回のルン、今ルン、今回の曲のが好きかもしれん。で、ソロの最後は、モモリンなんだけど、これはもう大阪でもみんな見てると思うけど、やばいよね。始まりからバッチバチよね。今から一人語ハードやるみたいなシルエットがバーンって抜かれてさ、真っ赤なこう背景に黒い影みたいな。ためもやばいよね。一回シュンっ
って暗転してからのダメダメで曲が始まるみたいな。バッチバチで。で、最後ね、ダンサーたちとバッチバチのダンスで締めるっていう。さすがダンシングマシンだなと。ももりんすごかったよ。かっこよすぎた。で、そのステージが終わって、またね、ユニット曲とかもやっていくんだけど、バーティチュードって新曲あるじゃん、ユニット曲。ライブでやっぱ見てほしいね。もう世界観がすごい、ちょっと刺激が強すぎるんだけど、衣装と演出がめちゃくちゃいいね。ミータン、モモリン、ナヨンさん、ジョンヨンの4人かな。バランスボールを使って、最初登場するんだけど、これがね、ちょっと面白いのが、ミータンとジョンヨンとモモリンは、こうやっぱクールに前を見て、手元見ずにね、バランスボールをこうやって操るんだけど、最年長のナヨンさんだけ、なんかこう、手元見て、ボールに遊ばれてる感があって、いや、めちゃくちゃ可愛いなと。さすが、ナヨンさんだな。こう、おみたいな。ミータンとかモモリン、ジョンヨンをこう、クールに決めてるんだけど、ナヨンさんだけ、好き。で、今回のツアーは後半ね、一気に畳みかけるんよ、名曲を。だからもうあるフェーズに入るとほんまに休憩できないよっていう。まずファンシーよ。やばいね。ファンシー大好き。みんな大好きだと思うけど、聞くだけで幸せになる曲なんだけど、ジョンヨンとモモリンが目の前に来てくれるんよ。もう近すぎるし、もうジョンヨンとファンシーってもう最高やん。これちょっと面白いのが、ジョンヨン。ファンさに夢中になりすぎて、ちょっと動線間違えてるよね。で、それを見てにっこりするナヨンさんも可愛いし、めちゃくちゃ真剣にそれを見てる打ち直し、キムダイハンもなんか面白いなって。そんなシーンが撮れてました。で、その後、What is Love よ。もう青春。この一曲は青春。最高以外ないよね。見てこのツイちゃん。美女良すぎん。強すぎん。美しすぎん。で、What is Love といえばこのラップシーンが終わって終盤のこのシーンなんだけど、センターにTWICEの9人が集まって最後辞書が飛び出してこう叫ぶシーン。もうほんまにこのシーンが青春すぎた。その後ろでこうね、イチャイチャしてる、仲良く座ってるTWICEちゃん8人を見て、ほんまに俺は涙溢れてたし、ずーっと鳥肌立った。見える今も鳥肌立ってるでしょねえ。わかる？これからも9人で一緒に歩み続けてほしいなって思える、なんかほんまにグッとくる、胸が熱くなるシーンだったよ。やっぱ What is Love 好きだわ。みんな好きでしょ？俺も大好き。ますます今回の遠征のせいで好きになっちゃった。で、ファンシー What is Love って来てるのに、その後に Yes or Yes もより。やばいよね。いやもう駆け込みすぎじゃないの。会場ボルテージマックス。みんなイエスはイエス好きなんやなと。で、なんかこの様子のおかしいナヨンさんも映ってるよね。ほんまにあなた最年長ですかと。あなた最年長ですよね。なんでそんな可愛いし、挙動がおかしいんっていうシーンが多かったから、結構沼深いね、やっぱナヨンさん。で、その一方、ビジュが良すぎるうちらのマンネ、ツイちゃん。最高すぎる。で、その後にフィールスペシャルとワンスパークをまた目の前で披露してくれてやばかったね。
この2曲って感動する気やけど力強くて掛け声もしっかりできるから、俺も周りのワンスもね、結構してたんだけど、ワンスパークの方で、キリングボイスYouTube の動画わかるかな。そこでダヒョンがナヨンさんパートの後にイブナヨンサーランヘイっていう非公式な掛け声をやってたんやけど、で俺その動画めっちゃ見てたから、その非公式な掛け声を体に染み込んじゃってたよね。で本来ならやっちゃいけないんだけど、ナヨンさんのパートの後にイブナヨンってやっちゃったんよ。で、やべえな思ったんやけど。そしたら意外とね、周りの海外ワンスもみんな、なあよんって出てて、みたいな。やっぱみんな、そこは一緒なんや。非公式やのに、めちゃくちゃ声張ってて。その後じゃあもちろん、サーランヘイもいけるってことで、サーランヘイってやったらみんなサーランヘイってやってて。うおーって。やっぱ、世界中のワンス考えること一緒なんやな。やっぱめちゃくちゃ嬉しくてやっちゃいましたね。ただ日本でやったら誰もいなかったんでちょっと場違い感があって恥ずかしかったです。あとうるさかったかもしれません。申し訳ありません。同じようなことやっちゃうっていう人いたらぜひコメント欄で教えてください。どうしですか。で、そうこうしてるうちにも感動のエンディングを迎えちゃうわけです。トワイションたちも去っていっちゃうわけですよ。短いなと。アンコールはあるといえど、この曲で最後に続っていって、フィールスペシャルとはワンスパークで、大志さんたちがステージを降りちゃいました。ここまでで十分お腹いっぱいだし、2日目やったからもう疲労もやばかったんやけど、幸せやったな。ただ、アンコールのパートで特大ファンさんもらえてるから、ここからが本番なんです。いや、だいぶ話してきたよね。まず、アンコール、トークだとトークをやってくれました。で、ここでやっぱサータンが近すぎるんよ。そしてね、ついに来たんだけど、まさかのランナーウェイの振り付けをやる。ちょっと本気ランナーウェイやったから、めちゃくちゃ嬉しかったな。で、可愛すぎるミータも見れたやん、トークだとトークで。今回のアンコール、まさかのね、Do It Again をやったの。このイントロ聞いた瞬間、TTT 始まるのに、Time to Twice と時間ですかと。体がね、条件反射だから、ふっあのイントロ聞いた瞬間、バーンって動画のイントロが脳内再生されて、やべえみたいな。ライブで Do It Again を2025年に聴けるんですが、めちゃくちゃ良かったね。サプライズって感じだった。で、これアンコールの時ずっと思ってたけど、このついちゃんのズボンがなんかミニオンにしか見えなくない？ミニオンのゴーグル。いやもうこれミニオンやみたいな。背の高いミニオンやみたいな。で、Do It Again やってる時も、推しがこっちに来てくれたんや、キム・ダヒョンが。ただやっぱ彼女も楽しかったでしょうね。もう楽しく踊りすぎて全くこうファンサをする気配もないよ。俺の方向にも違う方向にも楽しんでステージ踊ってるんだなっていうのがあったから別に良かったんだけど。でもそろそろファンサくださいよ、キム・ダヒョンさんと。もう2日目ほぼ終盤でここまで頑張ってきて欲しがってる俺がおったんよ。そしたらやっぱやってくれました、キム・ダヒョン。今回アンコールでまさかのね BDZ をやったんよ。みんな大好き、ブルドーザー。で、この曲ってさ、日本語がオリジナルじゃん。で、あまりにも人気すぎて韓国語も出したみたいな。で、BDZ をやりますと。なったらもう、みんなかっこいいで、よし、じゃあ俺も歌おうかなって思った時に、ふと、あれ俺今韓国おるんやなと。で、最初間違えて日本語で歌っちゃったんやん、俺。やばいなと。間違いだな。日本語で歌っちゃダメだな、ここ韓国だしってことで、今回はもう見ることに専念しようと。聞くことに専念しようと思って、歌うことをやめたよ。日本語しか歌えないから。で、俺はこうやって楽しんでたよ、普通に。ああ、すごいな、可愛いな、みたいな。そしたらね、目の前にシュッて、なんか白い妖精が来たんよ。来ました、ついに。お待たせしました、皆さん。
ついにキム・ダヒョンがヒュッと来たの。で、日本語の歌詞だったこの後って、君が好きよ、絶対本命よじゃん。で、目の前に俺の好きな人が来たと。で、本命の人が来たんよ。みたいな。これはもう、このままよ。素直に届けようってことで、気づいたら日本語バージョン歌っちゃってたんですよ。ね。すいません。韓国でこんな日本語を響かせてしまって本当に申し訳ないんですけど。でもちょっと待って、ダノンさんこれは何ですかと。めちゃくちゃこっち見てませんかと。ついにこのタイミングでこの歌詞の部分で俺の方を見てくれてますかと疑惑がまた生まれた。で、正直な話、あんまりもう覚えてないよ。多分飛んでんねん、記憶が。ほんまにもう叫びすぎて、ダイモン近くにおるから、うわーみたいな。で、振り返るとね、記憶をたどると、動画今回こうやって撮るんじゃなくて、ちょっとこんな感じで撮ったんよ。よく見たら、カメラ目線よりはちょっとこっち向いてないダイモンじゃん。目合ってたかもしれんと。これ俺の方を見て、こう、ちょっと前かがみにもなってくれてるじゃないと。だからほんまにこれ、正直言います。覚えてない。幸せすぎて記憶飛んでるのかもしれないし、勘違いかもしれないけど、でもね、これ、めちゃくちゃ目合ってた気がするんよ。これカロリー高すぎるなって思ったもん。もう鼻血どころじゃなかったもう、ほんまに失神するんじゃないってレベル。もうこれは、ファンさん、もらったんよ。いや、これは、やばくないと。周りに、大本ペンおらんかったんよ。さっきみたいにミナペンばっかで、俺の方見てくれたんやと思うよ。もうそう信じる。ありがとう、大本。あなたは素敵です。あなたはファンさんの神です。ほんまに運命やと思う。君が好きよ。絶対本命よ。見てたら伝わってると思うんだけど、あなたが本命ですから。で、最後の最後までサプライズ続きなんだけど、2日目も TWICE ソングやってくれました。1日目の時はほんまのサプライズで、と。で、まさかの2日目もやってくれて。めちゃくちゃ良かったし。やっぱこの次のパートでメンバー全員がさ、こう、駆け寄ってくるのがもう愛されてるマンネだな。もう TWICE ちゃんを象徴してるシーンだなってことで。マジで幸せな気分になった。で、もう楽しかった時間もあっという間に終わっちゃうんだ。最後の締めにかかるんで。珍しくね、ついちゃんがファンさんしてるんよ。しかもスタンドの方に向かって。 자, 멤버분들 원으로 모이실게요. 우리도 엉덩이 모여. 수고 많았다. で、これの面白いところが、残りの8人は最後エンジンをね、メンバーで組んで終わろうとしてんだけど、ついちゃんだけ一人ちゃうとこってこうやってなんか跳ねたりしてて、ついやーみたいな。どこおんねんみたいに言われて、こう代表に連行されるついちゃん。可愛かったね。それちょっと見てほしい。 수고 많았다. 고생 많았다. 쯔이야. 오늘도 신나게 끝까지 너무 고생했어. 可愛いよね。珍しくめちゃくちゃファンさしてるのにちょっと怒られて連れてこられるのがやっぱ最後の最後までマンネだったな。で、こう最後モニターが降りてきて、いよいよ TWICE ちゃんたちともバイバイなんだな、寂しいなーと思ってたら、今度モモリンが怒られてました。 쯔이야. 오늘도 신나게 끝까지 너무 고생했어. 모모야. 立ち位置的に多分こう、モニターが降りてきたら当たっちゃう位置やったんかな。もうそこじゃないみたいな。注意されて、あーみたいな。最後の最後までモモリンとツイらしかったな。 원스 오늘 이렇게 함께 해주셔서 정말 진심으로 감사드립니다. 저 이제 가볼게요. 지금까지 와이너의 찬스였습니다. 감사합니다. 우리 금방 돌아와. 아, 우리 리프트 타야 된대. 리프트 타줄래? 주희야. 인기 많이 올려줘. 좋은 걸로. 조심히 가세요. 最後の1秒までやっぱTWICEもTWICEだなって。でもほんまに来てよかった。めちゃくちゃ楽しかった。まだまだ日本とか他の国でもこれからね、ツアーやっていくと思うけど、ほんまにいた方がいいよ。やっぱライブの TWICE ちゃんでしか得られない栄養、心のエネルギーっていうのがあるから、俺はマジでライブが好きだなって思いました。で、ライブ終わった後に台本からバブル来たんよ。
バブルライブもやってたんやけどね。もうできる子よね、この子。この2日間来てくれてありがとうワンスーって。その後にわざわざアクセスの悪い中、ライブに来てくれてありがとうみたいな。アーティストに心配されるぐらい、立地悪いインスパイアどうなってるんって、もはやネタよね。まあでもほんまにそこまでしてでも、行った会話あった。マジ最高の2日間でした。はい、というわけで今回、サータン、ミータン、代表からは、目線やらファンさん、確定ファンさんもらえてるっていう報告になります。皆さん全員好きだから、誰からファンさんもらえても嬉しいんだけど、やっぱ推し、日本からファンさんもらえるとやっぱ一番嬉しいね。日本人メンバーもこう意思疎通しやすいっていうのはあるけど、最後死にもらえちゃうと嬉しいし、もっと応援したくなるし、もっとファンさんちょうだいってなっちゃうね。やっぱ沼が深いね。今回のワールドツアーまだまだ海外公演も行くと思うから、ぜひ楽しみにしといてもらえればなと思います。で次回は京セラドームでトワイさん企画やるから、そちらもぜひチェックしてもらえればなと思います。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。レサランバロのトゥワイス